こんにちは、聖堂です。今回のテーマは横書きです。もともと漢字やひらがなは縦に書いていくことを前提に作られています。一方、私たちの日常生活では大半が横書きです。改めて考えてみると、私たちは非常に珍しいことをやっています。文字を縦にも横にも書く民族は世界でどう見ても少数派です。その上さらに本来とは違う書き方が中心になっている。世界基準から見ればとんでもない難しい技を平然とやっているようなものです。今日改めて横書きという別世界にどのように対応すればよいのか考えてみたいと思います。横書きには横書きならではの注意点があります。その証拠にペン字の教本やいろんな先生、この YouTube 含め横書きの方法がよく解説されています。皆さんもご覧になったことがあるかもしれません。そうしたレッスンでほぼ確実に取り上げられているコツが中心を揃えるというものです。これは全くその通りで、一つの文をきれいに整えて書く秘訣がいくつかあるとすれば、絶対外せないのが文字の中心を揃えて書くことです。今日はこの点に焦点を当てます。よく解説されているやり方は、一本の仮想の線を引いて、そこに文字の中心が来るように書いていく。そうすればバランスが取れた整った形になるという仕組みです。中心を揃えるのは縦書き横書きに関係なく重要です。なぜその点が横書きのレッスンで強調されるのかというと、理由は明快。中心を外すケースが非常に多いからです。なぜ中心を外すのか。これも明快で、中心を取るのが難しいからです。ところが私が見る限り、中心を揃えなさいという指導は山ほどありますが、どうやって揃えるのかに触れたレッスンはなぜかほとんど見かけません。今日はこの難しい課題にどう取り組めばいいのか、How の部分を考えてみたいと思います。そもそも中心とはどの部分を指すのでしょうか。リンクの動画、中心感覚を磨くで、字の中心はどこかというテーマを取り上げました。そこでご説明した中心は、文字を縦に走る線のことです。つまり左右の中心です。この中心線は縦書きにおいてとても役に立ちます。それぞれの文字の中心線を揃えていけば、自動的にきれいに整った字の流れになります。では、横書きの場合はどうするのか、何を中心に考えればいいのかというご質問をいただきました。良い質問ありがとうございます。まず確認したいのは、縦の中心線に相当するような横の中心線があるのかどうかです。縦の場合、まさに中心線と重なる長い縦角があったり、点があったり、目安が結構あります。横はどうでしょうか。答えは字によって全くないわけではないけれども、明確なものは極めて少ないとなります。歯切れが悪い答えです。では、そうしてつかみどころがない場合どうするのか。先ほどの中心感覚の動画では、そんな時は仕方ないので、物理的な中心を見ようとご提案しました。枠に収めたその真ん中です。このアプローチは横の中心線にも適用できます。つまり、上と下から等距離になる横線を中心と考えます。実はその考えで横に中心を揃えて書いたのが最初の例です。いろんな形、大きさの文字があります。そのちょうど真ん中あたりを仮想の中心線に沿って揃えていく。すると良い感じで文全体が整います。ここで最初の疑問に戻ります。横の中心が何なのかが分かったのは良いとして、問題はその中心をちゃんと揃えて書けるかという点です。分かりやすい中心があるわけではありません。あるのは文字の大体真ん中あたりという目安だけです。しかも日常生活で書くのは大抵一発勝負です。正直大変に難しいと言わざるを得ません。じゃあどうするのか。2つの方法をお伝えしたいと思います。一つは真っ当な王道。もう一つは簡易的な手法です。一つ目の王道はやり方というよりもやれるようになるために磨くべき力といった方が正しいかもしれません。必要なのは文字のサイズ、特に長さに対する
明確なイメージを持つことです。この字はこれぐらいのサイズだから、ここが中心線なら、これぐらいの位置取りになるので、ここらから書き始めよう。そうした判断、しかも瞬間的な判断が必要となります。このチャンネルでは字のクリアなイメージを持つことの重要性を何度もお話ししてきました。まさにそのイメージ力がどこまで備わっているかがこの横書きでは大きくものを言います。時間はかかりますが、これが確実な方法です。といっても、このイメージ力は皆さん字を練習していれば必ずお持ちです。もちろん人によってレベルは違いますが、0か100かというものではありません。ご安心ください。次は簡易的な方法について。これは横の中心がはっきりしないという特性を逆手に取ったものです。仮に何も考えずに全ての文字を同じ大きさに書いたとします。横の中心は多くは上下から同じ距離にあるとすれば、同じ大きさに書く限り中心は自動的にといいますか、勝手に揃います。ある意味中心を揃えようとかいろいろ考えるから難しくなるわけで、いっそシンプルに同じ大きさに書いてしまえば良いわけです。横書きの場合、ノートでも書類でも大抵罫線があります。せっかくなのでその罫線を利用して上下に少し余白が出る程度にどの字も揃えてしまいます。こんな枠が連続しているイメージです。これをただ埋めるだけです。書いてみます。どうでしょうか。確かに中心は揃いました。でもいくらなんでもこれでは不格好です。なので少しだけ書き方を工夫します。まず漢字とひらがなは別物と考え、ひらがなだけは小ぶりに書きます。ひらがなもいろんな形がありますので一概に言えませんが、おおむね6割から8割程度の大きさです。ちなみにひらがなを小さく書くのは縦書き含め全ての場合に共通したルールです。これだけでもうだいぶ整った漢字が出てきます。あとできれば長く書くとおかしな漢字。この場合だと心のように本来横長に書く字は少し控えめに書きます。もっと簡単に言ってしまいます。字の大きさを揃えて書いていく。ただ、ひらがなと横長の漢字だけは少し小さめに書く。これだけです。これで100点とは言えないまでもそこそこ整った漢字にはなります。一つのやり方として参考にしてください。最後に全く別の書き方、中心ではなく下を揃えて書くやり方も多くの教材で取り上げられています。罫線を目安に下を揃えます。罫線を目安にできるので、これを書きやすいと感じる方も多いようです。でも私は2つの理由でこれをお勧めしていません。一つは字が並んだ形です。下が揃うということは当然上は凸凹になります。下が一直線で上だけ凸凹。この状態をきれいと思うかどうか。これは一重に感じ方、感性の問題ですので正解はありません。ただ私個人的にはこれが文字の流れとして美しいとはあまり感じません。もう一つの理由は技術的な難しさです。下を合わせればいいので一見簡単そうですが、本当にそうでしょうか。ここではあまり詳しく触れませんが、下を揃えるということは言い換えるとそこより短くても長くてもいけないということです。それほど簡単な話ではありません。無理やり揃えたとしても肝心の字としての美しさが保てるかとなると大いに疑問があります。これはあくまで個人の見解ですのでご了承ください。今回は以上となります。まとめます。横書きの難しさは中心を揃えることの難しさです。中心を揃えるには第一画を書く前に字のサイズ、特に長さのイメージをしっかり持つ必要があります。そのイメージ力を高めるのが最も確実な解決策です。ただ、そこまで待っていられない、今すぐ結果を出したいという場合の簡易的な方法としては、ひとまず字のサイズを揃えて、ひらがなと自分が把握している範囲で
横長の漢字だけ小ぶりにするやり方がおすすめです。以上です。今回は中心の取り方に焦点を当ててお話ししました。横書きのテクニックはまだまだ他にたくさんあります。そこはまた別の機会にお届けしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。